こんにちは、名神工業です。今回はですね、バックアップ剤のご紹介をしたいと思います。名前あまり聞いたことないと思いますけども、重要な働きをするこのバックアップ剤、その役目と使い方紹介していきたいなと思います。それではご覧ください。はい、それではですね、バックアップ剤ご紹介していきたいなと思います。バックアップ剤大きく分けて3種類ぐらいありますね。形が違かったり、糊がついてたりするパターンがあります。一つ一つ紹介していきますね。これがね、丸棒と言います。全部大体発泡ポリエチレン、発泡ポリエチレンでできていますね。丸棒、断面が丸になってるんですね。で、私たち業者ですとね、こうやって、1箱、これだと 80m 巻きかな。この丸棒、今径が 20mm でできてます。これがね、10mm とか、10mm 以下とかですと1箱 100m とか 150m ぐらいで入っています。量販バージョンみたいなものですね。ちょっとこれ邪魔なんで避けてみますね。で、こちらホームセンターでねちょっと買ってきました。これはね 5m 巻きで売ってましたね。サイズが 15mm のタイプと 10mm のタイプですね。丸いタイプ、丸棒タイプ、それからこれが四角タイプですね。断面が四角。これはね、僕らは餌角とか言ったりしますけど、餌とか餌角とか言ったりしますね。で、この幅、例えば 10mm、この厚みですね、10mm。これは25の10とかかな。25mm の縦が、厚みが 10mm。こうやって使うとすれば、幅が 10mm の厚みが 25mm。これはもっと薄っぺらい。幅が13とか15かなの厚みが5とかですかね。13の5とかそういうやつ。入れる目地によってね、この幅とか深さを指定して注文します。それからね、こちら。こちらもちょっと業販っぽく。1袋100本入りですね。1m でできてるんで、100本入りで 100m ずつ売っています。これはホームセンターではね、多分1本単位で売られていると思います。幅が 10mm、1センチ。厚みが 10mm、1センチ。塔の塔とか言ったりしますね。塔の塔のここが剥離紙がついていて、糊になってるんですね。なので、糊付きとか言ったりします。お店で注文するときは、塔の塔の糊付きくださいとか言います。こんなね、ちょっと模型を用意してみました。コーキングを打つ目地だと思ってください。深いですよね。だいたい1センチ幅ですね。で、ここにコーキングを押すと、全部打ったら結構な量になってしまいますよね。極端な話で言うと、これ多分3センチぐらいの幅にしてあります。ここ全部コーキング打ったら、たくさんコーキング剤必要ですよね。それから、今はここにね、目地底が見えてますけど、例えば1メートルぐらいある棚と1メートルぐらいある棚の隙間が3センチ空いてます。深さ1メートルあるわけですよね。これ全部打つわけいかないですよね。そういう時に詰め物の代わりとしてバックアップ剤を入れます。ただね、3センチ、これにさっきこれ25mmぐらいだと思うんですけど、これだとこうやってスポスポですね。ということで、いろんなサイズのバックアップ剤があります。はい、まずはね、この 10mm の幅のコーキングを打ちたい場合ですね。10mm の幅なんですけど、深さがすごくあります。10mm ぐらいだと、そのまま打ってね、ある程度ここ止まってくれるんで、バッカー入れなくてもなんとかなるんですけども、バックアップ剤入れた方が確実に施工することができます。っていうのもね、コーキング剤って、接着する面ってこの横の壁ですよね。上からこう押さえて仕上げをした時にですね、圧力が横にかかるっていうよりも下へかかってしまうんで、ちょっと接着が弱くなるんですね。だから目地底があった方が、その目地底を頼りに左右にギュッギュッと圧力がかかりますので、できたらバックアップ剤を入れた方がいい施工ができると思います。そこでですね、この 10mm の幅買ってきました。丸棒のね 10mm です。ただですね、この 10mm の幅に対して 10mm のこの丸棒バッカーですと、ちょっとやってみますね。これ 10mm の丸棒バッカーです。10mm の幅ですと入れてもね、ちょっとやっぱちょうどぴったりなんでスカスカなんですよね。ですから 10mm のところにはですね、もう一つ買ってきました。15mm の丸棒ですね。
はい、これ 15mm の丸棒です。15mm ならこれねギュッてやるとね潰れるんですよね、こうやって。ですから 10mm のものに、だいたい13とか15ぐらいギュッギュッと詰めていきます。こうするとねスコスコじゃなくてちゃんとね止まってくれます。深さをどのぐらいにするかというと、コーキングがだいたい1センチ、最後コーキングを打つところ、これがですね1センチの深さになるような位置までバックアップ剤を下げます。あ、そうそう、言い忘れました。丸棒ね、さっき3種類ぐらいって言って紹介したんですけど、この丸棒をね半分に割った半割りっていうのもあります。4種類になりますかね。丸棒をそのまま使うと断面的に言うとコーキング剤の下の面こういう風になっちゃいますね。こういう風に。なので半割りにしとくと、半分の平らな面を上に向けていくとまっすぐな目地底に、コーキングの底がまっすぐになりますよね。ということでね、半割りっていうのもあります。こんな感じでね、だいたい1センチぐらい、ちょうど爪が隠れるぐらいまで押し込めば OK です。当ミリの目地に対しては 10mm 以上、13とか 15mm の丸棒バックアップ剤を詰めます。はい、もう一つね、これ丸棒の代わりにさっき言ったこののり付き、これをやってみたいと思います。遠野と1センチののり付きなので普通に入りますね。これもねコーキングを打つ打ち代はね1センチ残すようにで、のり面をですね底の方に向けちゃうと下までいっちゃいますんでね、この壁に貼り付けるような感じですね。こう剥離紙を取ってだいたい1センチの深さになるように、ちょっと難しいんですけど、くっついちゃうから難しいんですけど、最後ねこういうカッターみたいなので隙間に入れて押し付けます。そういうことでね、ちょうどコーキング剤を1センチ打つ深さを取りながらバックアップ剤を貼ることで、ここにねコーキングを打つことができます。次はですね、これね 18mm、20mm 未満にしました。そうするとね、さっきのこの太い 20mm のバックアップ剤使えますね。これを同じようにこんな感じかな、こんな感じですね。次ね、もっと大きい3センチ、もうこれ落っこっちゃいますよね。コーキングを普通に打とうと思ったらどうしましょうね。さっきのこの 20mm でも 20mm と 10mm をこのように抱き合わせで入れるという手もありますしね。それから先ほどののり付きバッカー、貼り合わせます。ちょうど 30mm に。はい、こんな感じ。遠ミリののり付きを3本貼り合わせて即席の 30mm 対応のバックアップ剤にしました。これで3種類コーキング打てますね。バックアップ剤の用途としてはこのように詰め物として使うっていうのが一つで、私たちね専門業者コーキングを防水目的として、コーキング単体で雨漏りを防ぐとか防水として行うコーキング工事があります。そういう場合にはですね、このバックアップ剤を使うことにもう一つ理由があるんですね。実はね、こうすることで三面接着を防ぐ、こういう利点があります。三面接着っていうのはね、正規の目地底をねちゃんとしたコンクリートの地肌とかだとした場合は、バックアップ剤なければ側面、そして底面3面しっかりコーキング剤が接着する、こういうのを三面接着と言います。三面接着だと実は伸び縮みがあんまりねできないんですね。目地底で拘束されているのであんまり動きが取れないんです。でこれね、三面接着という言葉に対して二面接着っていう言葉があります。それはさっき言ったこの字の三面じゃなくてね、側面だけくっついてる二面接着ですね。この場合は2つだけくっついてるのでビヨーンとこう伸び縮みがよくできるんですね。ですのでね、ワーキングジョイント
って言ったりしますけど、よく動くものともの同士をしっかり、ね、そこが切れないように、切れて雨漏りしないようにっていう意味でやるときは、この二面接着にするためにバックアップ剤を入れたり、あとはボンドブレーカーって言ってね、ネジ底に接着しないような工夫をして、そしてこう伸び縮みにいつまでも追従できるようにするという、わざと二面にする場合があります。二面接着と三面接着、それぞれ長所短所があります。三面接着にしなきゃいけないところもあるし、二面接着にしないとければいけないところもあるということです。ですけどね、僕のチャンネルを見ている方、おそらく、部屋の中にある隙間を少し埋めたいなという方が多いと思いますので、そういう場合はただ単に詰め物と理解していただければいいと思います。実際にね、じゃあこれコーキング打ってみましょう。はい、それではね、コーキング打つためにテープ貼っていきたいなと思います。こんな風にありました。一応サンプルですけどね、プライマーを塗っておきましょう。プライマーはね、基本的にはこういうバックアップ剤を入れるときには、バックアップ剤にはあんまり塗らないようにね、試着体だけ塗るようにします。プライマーの乾燥を待ちます。はい、じゃあ今回はですね、変成シリコンで打っていきたいなと思います。ペンギンシールサンスターですね。2550LM、色はホワイト1。コーキングをね、打つコツはですね、空気を入れないように打つことですね。ちょっと盛り上げるぐらいの感じでいきます。ヘラをね、掃除するための何でもいいんです。今回は銀色のやつとヘラですね。ヘラは僕の他の動画を参考にしてください。行ってこいですね。行って一回掃除、帰る、掃除、以上。はい、終了。で、次 20mm のやつですね。空気を入れないことが大事ですので、こう打ってこういう風にやると中にね、空気が入っちゃうんで、なるべく一通りでちょっとこう、分かりますかね、こんな感じ。はい、これもう行ってこい。で、掃除、帰る。はい、終了。はい、このままいきます。さっきと同じで3本でやるっていうよりも1本でこうやっていく感じですね。これが一番空気入んないと思います。こういう感じですね。で、来い。で、帰る。こんな感じですね。3種類できました。じゃあ降下後までワープ。はい、あれから数日間経ちましてね、コーキング固まりました。はい、こんな感じですね。はい、さっきね、二面接着と三面接着、2つの施工方法があると説明しましたが、それぞれメリット、デメリットがあります。二面接着のメリットはですね、二面で接着しているので、伸び縮みがよくしやすい。デメリットはですね、ここ、目地底が接着されてないので、どっか一箇所切れた場合に、そこから入った水は、この水道ってよく言うんですけども、何も接着してないところ、ツーツーで水が通り抜けちゃうんですよね。ですから、長い壁の外壁のね、目地を二面接着でやった場合は、どっか一箇所切れただけで、この目地全部に水が回っちゃうことになります。その点、三面接着であれば、目地底までしっかり接着されているので、どっか一箇所切れたとしても、そこの場所だけ、例えば雨漏りにつながるかもしれないですし、もう少し水が侵入しただけなので、そこまで雨漏りにつながらない可能性もあります。これが二面接着と三面接着のいいところと悪いところです。基本的には雨漏りをしないようなコーキングを打ちたい場合には三面接着で行います。ただね、金属同士っていうのは熱で伸び縮みが激しいですから、そういった動きの激しいところはですね、三面接着にしちゃうと今度その動きによってコーキングがすぐ切れてしまうということになりますので、ここは
二面接着で、コーキングは極力切れないように対処するということです。他にね、そうだな、ワーキングジョイント、動きのよくある目地と言われるところはですね、カーテンウォールっていうのは高層のね、ビルなんか壁面がねガラスでできているような、ああいう建物、カーテンウォールの、そういうところとか、あとは身近なところで言うと窓ガラス周りですかね。窓ガラスとアルミのサッシ枠、最近は樹脂製のものもありますけど、ガラスとそういう抗生物材の取り合いは二面接着でやってあります。実はね、中にこの丸棒バッカーの細いやつが入ってます。例えば自宅のねベランダから雨漏りする、屋根から雨漏りする、でそこで、コーキングで、一時的に止めたい考える方はですね、二面接着とか気にしないでそのまま三面接着でやればいいと思います。最後にね、ついでなんでこの二面接着の場合は伸び縮みどんぐらいするのか見てみたいと思います。はい、こんな風に外してみました。バックアップ剤なんですけど、ほらこのようにコーキング剤ね全然くっついてないんですよね。裏側はこんな感じ。じゃあ伸び縮みの様子見てみましょう。いきますね。これだけ伸び縮みがします。ちょっとね三面接着のサンプルがないので比べることができないんですけども、伸び縮みします。のり付きバッカーの方ね、こんな感じ。コーキング剤ついてないでしょ。はい、こんな感じですね。これも伸び縮み、ほらこんな感じで伸びます。30ミリですね。はい、こちらもコーキング剤はくっついてないですね。はい、裏側こんな感じ。はい、伸び縮み、これはすごくしますね。ほらこんぐらい、すごくちゃんと接着してますね。プライマー塗ったおかげっていうのもあります。ビヨン。はい、いかがでしたでしょうか。今回はねバックアップ剤の種類と使い方解説させていただきました。今までね幅が広くてちょっとコーキング剤じゃできないなと思っていたところもですね、このようなバックアップ剤があればちゃんとコーキングを打つことができます。ぜひねバックアップ剤を使ってコーキングチャレンジしてみてください。もしねコーキングのことについてわからないことがあればコメントいただければ何でもお答えいたします。ぜひコメントお待ちしております。この動画から見始めた方ね、コーキングのやり方、道具の揃え方、マスキングテープの貼り方、いろんな動画出していますのでね、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。名神工業でした。